こんにちは、横山です。今回は質問いただいたこともありまして、改めて挿絵について説明します。本当は前回までに詳しくやるべきだったんですけどね、おざなりに済ませてしまった気もしますんで、もう少し詳しく掘り下げて紹介しておこうと思います。チヌという魚は雑食性の魚で何でも食べます。エビ、カニ、貝、小魚から虫、海藻などですね、身の回りにある食べるそうなものは全部食べるということですね。でそんな魚ですから刺し餌としても揚げ出したらキリがないぐらいいろんな種類の餌で釣れます。一般的に餌店で売られているもの以外でも弁当の数で釣れたとかですね、それからスイカですとか鶏肉の塊とか炊いた豆とかチーズとかですね、本当にいろんな話を聞くんですね。で、何でも食べるから何でも持っていかなくてはという発想もあるんですけども、逆に何でも食べるんだから何でもいいんじゃないのという考え方もあると思うんですね。可能性のある餌全部持っていきたくなるという気持ちは分からんでもないんですけどね、キリがないですからね、いいとこ3、4種類が現実的じゃないかなと思います。で、私の場合はというとですね、1年通じてほとんどオキアミ、サナギ、コーンの3種類ですね。イガイとかカキとか特殊な釣りする時は除いてですけどね。で、冬から春にかけてですね、餌取りがいない時であればオキアミだけでも十分ということもありますし、それから梅雨から晩秋にかけて餌取りが多いという時はですね、サナギとコーンだけで十分という日もあるということですね。で、他に当たり餌が分かっている時はですね、これに1つか2つ、足して持っていけばいいと思います。のっこみの時期であればボケカメジャコの類ですとか、それから養殖小割で釣る時であれば練り餌を持ってったりとかですね。で、何でもいいとは言ってもですね、やはり魚釣りの基本っていうのはマッチ・ザ・ベイトということですからね、魚が普段食べてる餌に合わせた餌を、使うということですね。これが鉄則です。でこれはかかり釣りにも当てはまることだと思います。でただですね、かかり釣りっていうのは買い付けの釣りですから、完全な自然環境下での魚釣りとはちょっと違うふうに考えた方がいいように思います。どういうことかと言いますと、釣り場に生息している餌になる小動物のことを考えるよりも、連日釣り人がまく餌、その好みや流行りであったり、それから生けすからこぼれる養殖餌なんかのことをですね、気にした方がいいということですね。で同時にですね、自分でも蒔絵をたくさんまく釣りですからね、1日かけて蒔絵に混ぜ込んだ餌で魚を慣らして、で自分でマッチ・ザ・ベイトを演出していくということもできるわけですよね。そうやって考えますとね、その点オキアミ、サナギ、コーンは多くの釣り人が巻いていると思いますし、で団子に混ぜ込むにしてもですね、安価で入手しやすいですからね、今時の基本の餌として使うにはぴったりじゃないかなと思うわけです。で、質問いただいた刺し方ですけども、まずオキアミはですね、尻尾から刺して腹に抜きます。あとは丸めて刺したりとか頭から刺したりとか、いろんな刺し方があるんですね。ただかかり釣りに限ってですけど、私の場合はもうほとんど最初のまっすぐ刺す刺し方しかやりません。でもう尻尾の羽も取ってないですね。オキアミが小さい時や、それから数量にゆとりがある時は、抱き合わせで2つ刺すということが多いですね。さなぎはですね、頭か尻かどっちかから刺して、で腹側か側面か、どっちかに抜くということですね。これ向きは気にしなくてもいいと思います。どっちでも一緒です。私はよくさなぎをですね3粒刺して使うんですけどね、これは何だというと餌取り対策ですね。3粒つけて半分ずつかじられても 1.5 粒分残るんですね。で3分の2ずつかじられてもまだ1粒分残るということです。本命の口に餌が届くまでの時間稼ぎですね。コーンはですね、腹側に刺して刺さるだけ5、6粒刺すか、それから側面から刺して2、3粒刺すか、これだけはその時の状況で使い分けてます。餌取りがコーンもかじってくるような時はですね、やはり時間稼ぎしたいんでたくさん刺しますし、気持ちふわっと流れに乗せてふわつかせてやりたい時は針を小さくして1粒から3粒というふうに、数を減らすということですね。あとはカクテルですね、複合餌、もうどっちが当たり餌か迷うという時は2種類の餌を両方刺しておけば手っ取り早いということです。オキアミとコーンとサナギ、サナギとオキアミで、もうどれが当たるか全然わからんという時は3つ全部1個ずつ刺すということです。
で、ボケやカメジャコはですね、尻尾の1節目か2節目の背中側から刺して、で横っ腹に抜きます。ボケカメジャコを使う時はですね、針は大きいもの5号以上のものを使いますね。これはなるべく腹の上の方まで針を刺しておいた方がかかりがいい気がするからということです。魚の口が小さい時は一口で口に入りきらないかもしれませんからね、おそらく頭か腹から食いに来るでしょうから、そこに針が刺さっていればすっぽ抜けを防げるんじゃないかということですね。で白鯛エビはですね、ボケと逆ですね。腹まで針がいかないように尻尾の先から尻尾の腹側に抜きます。でエビを使う時はですね、エビがよく泳ぐように小針を使いということですね。練り絵はですね、3粒ぐらいを練り直して針が完全に包まれるようにこう丸く成形をしてやります。で明身貝はとにかく中の身に針がかかるようにですね、気をつけるということですね。チヌはおそらく殻ごと口に入れて噛み砕いた後、殻の破片は吐き出していると思います。でその後身の部分だけ飲み込むと思うんですね。でちょっとでも身に針が刺さっていればですね、最終的にチヌの胃袋に、針も収まってくるということです。で貝の隙間から刺しにくい時はですね、指で両の貝殻をこう左右にずらしてやると針先が入りやすくなります。餌の刺し方はですね、あまりそんな神経使わなくてもいいと思います。刺し方が悪くて釣れないとか、刺し方を変えたら釣れたっていうようなことはないと思いますんでね。極端な話、全部ちょんがけでも大丈夫です。刺さってれば。で、一個だけ刺し方で特殊なのはですね、以外ですね。これだけは唯一ですね、身に針がかからないんですね。貝の構造上。貝殻にこう針を挟ませる格好になりますからね。それでも当たりの取り方が何か変わるかって言ったら変わらないですけどね。はい、最後にですね、信心の話をします。何の話か、信じる心ですね。チヌ釣りで大事なことは信じることです。私が思うにテクニックや経験よりも何よりそれが一番大事。何の話かと言いますとね、今日は釣れると信じる。このポイントは釣れる。この団子なら釣れる。この釣り方で釣れる。で、この刺し餌なら釣れると、こういうことですね。釣りを始めたての頃はですね、刺し餌に対する信頼というのが餌ごとにバラバラという状態ですね。おそらくオキアミやボケ、白鯛エビといった柔らかい餌、生き餌、こういうのが人気なんじゃないですかね。そういう餌はよく当たりますんでね。で一方でサナギやコーン、もしくはイガイやマルガイを見てですね、こんなんで釣れるわけないと思ってしまうわけですね。私もそうでした。で釣れる気がしない餌でやってますとね、やっぱり集中できないですし、釣りがおろそかになってしまうんですね。で人が例えば丸貝で釣ったのを見て、渋々一頭やってみてもですね、当たりがないとまたすぐ自分の好きな餌に戻ってしまうと、こういうことになると思います。で信頼できない餌をですね、信じられるようになるためにはどうすればいいかというと、その餌でチヌを釣ることですね。例えば去年さなぎで大釣りしたとか、先月コーンで年なし釣ったとか、この成功体験を刷り込まれて初めてピンチの時にその餌を使おうと、その餌に頼れるようになっていくということですね。ですから最初が一番難しいんですよね。1回目は信頼してない餌で釣らないかんということですからね。で途中の過程も厄介です。こっちの餌は成功体験済みだけどこっちはまだっていうふうになると、こっちの餌の出番なかなか回ってこないですからね。でただ釣り人として、理想の状態、標準の状態はどういう状態かといったら、全ての餌に全幅の信頼を寄せているという状態が、一番いい状態なわけですね。でこれは言い換えれば、どの餌でも過去にいい思いをした経験があるということだと思います。でこうなって初めてあらゆる状況に臨機応変に対応ができる、そのスタートラインに立てるということだと思うんですね。ですから最初は1個ずつですね、まずはオキアミ、サナギ、コーン、この3種類、それぞれで1匹チヌを釣るということを目標にしていただくとですね、上達が早くなるんではないかなというふうに思います。よろしければ参考にされてみてください。はい。ということで今回はですね、刺し餌について紹介しました。次回からは釣り方について説明できればなというふうに思います。それではまた次のビデオでお会いしましょう。ごきげんよう。